じゃあ、松田さん、じゃあ、早速、審査説明よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。まず、ライブ結構見てくれてるよ。スタートここ。先行、追走の先行もここです。あと、感想。ここスタート。順番待ちの人は、ここの右側の列に多分並んでてもらうことになると思います。で、はい。感想ここ、F。R。はい。あとこっちです。で、スタートします。ね。この辺からもうドリフトしてもらって、一応、スタートしたらすぐドリフトに入ってもらうような感じで、ここ振り出しまでは助走区間として使ってもらって構わないんですが、一応、追走とかもね、後ろ合わせにくくなっちゃったりもするんで、この辺からドリフトしてもらって、で、一応、目安でクリップ置いてあるんで、これもしっかり守って走ってください。で、ここの T の外を、単走と追走の先行車を通ってもらうんですが、一応ここに点が追加されました。普段の走行を見てて、すごい遠くに行ってこう助走をつけたりとか、はたまたこのギリギリ通ったりとか、もう何台分も平気でラインがあるんで、ちょっと、ある程度絞りまして、この点を車のどこかで踏んでいただくような格好で、走ってもらおうかなと思います。これでだいぶ、後ろの人も走りやすくなると思いますし、その後の流れもつかみやすくなると思います。はい。ここを通って抜けていってください。で、この一応クリップ、アウトクリップ設置してあります。ここね、審査ほとんど見えないんで、ここに対して評価を入れるっていうのはほとんどないんですが、一応その、後追いされる方のことも考えつつ、リアタイヤ2本入ってれば確か OK だったはずです。リアタイヤでここ踏んで、ストレートに行って助走をつけてってもらうんですが、僕が走った感じだと、正直ここ結構アウトいっぱいまで行ってもらって、しっかり、こう、助走をつけて振り出しに向かってってもらう方が、見た目が良かったかなと思うんで、ここリアタイヤに乗ってればいいんですが、できるだけ外まで行った方がいいかなと思います。で、とりあえず、ラインの制限として、ここにも T マークありまして、ここは、単走と追走の先行車、ここをまたがないように、フロントタイヤも、この、ラインをまたがない、乗らないようにして、この外から、こうやって行ってもらいたいと思います。で、そのまま、ここにクリップがあるわけですが、結構、正直これは、ちょっと入ってれば、いいかなって感じもあるんですが、実際、審査席がこの正面になるんですけど、正面から見てると、このね、壁に対しての距離感、あんまりね、この辺で立ち上がってくると、この余ってる感が、すごい立ち上がりラインが小さく見えて、あんまりかっこよくないので、この外の線ギリギリぐらいの方がいいかなと思います。なんで最終コーナーのアウトクリップ通ってから、あまりこっちの T の方に寄らず、こっちから、外目で助走をつけながら、こういう感じで来る方がいいかなと思います。で、こっからは、とりあえずフリースタイルです。ここのフェイントの入れ方とか、振り出しの仕方。この振り出しまでですね。で、そこは、グリップしててもドリフトしててもどっちでもいいんですけど、進入速度が、速いほど、迫力もあるし、キレも出ると思うんで、
まあ、しっかりスピードを乗せて、ここで、こう振り出すって感じ。で、まあ、振り出しの位置に関しても別にどこでもいいんですけど、あんまりその後に失速感が出ちゃったりとか、振り出しが速すぎて、ちょっとこう距離が届かないっていうのも、まあ、アクセルで伸ばすとかブレーキで引っ張っていくようなのは、あまりこう点数が、良くならない方向かなと。まあ、しっかりこう振って、その勢いのまま、こうやってこう飛ばしていって、まあ、このアウトいっぱいですね。この白線ギリギリリアタイヤが走っていく感じがいいかなと思います。で、はい。でね、この角度に関しても、そんなに制限はないんですけど、まあ、例えば、このぐらいの角度で止めて、こう入ってきて、で、ここからこう回っていく感じだと、こうなんかここでもう一回こう角度をつけ直すっていうか、まあ、二次角度っぽく見えちゃうんで、まあ、せっかく速いスピードで飛び込むんで、まあ、しっかりこう角度をつけて、横に飛んでって、まあ、こうやって旋回に移る方が流れとしては綺麗かなと思います。で、ここは、リアタイヤが、この白線を越えると、減点になります。タイヤがここをまたはい。なんで、タイヤが、この白線の上を通る分には、減点はないです。で、正直、あんまりこう、小さいラインで来ると、ってなるんで、どっちかっていうと、今度飛び込みのスピードを意識して、できるだけ速いスピードで飛び込んでから、こう、いかにこう、うまく短い時間に減速させて旋回させるかっていう中で、もう、なんだろう、目いっぱいスピードを上げてきて、こう、たまたま白線の上を通ってギリギリ抜けられましたぐらいが、まあ、ぶっちゃけ一番かっこいいかなっていう。まあ、そういうなんかこう、合わせ込み感より、そのギリギリ感っていうのが、まあ、かっこいいかなと。で、最近のマシンって結構角度もすぐつけられちゃったり、なかなかスピンもしにくいんで、なかなかそのギリギリ感っていうのを表現しにくいところがあると思うんですよね。で、まあ、振り出してからの、まあ、そんなに長くないですけど、まあ、止めようと思えば全然いくらでも止めて、なんならこの辺でも曲がれちゃうぐらいだと思うんですけど、まあ、そうせず、しっかりスピード乗せてギリギリのスピードで、こう、アウトいっぱい曲がってくるのがいいんじゃないかなと思います。難しいですよ。まあ、そこから、こう、角度変化させず、こう、綺麗に旋回していくんですけど、今回ね、この、変わった形のクリップ、で、この車線の角度に車のアングルを合わせるのを基準とする、まあ、新しいスタイルなんですけど、まあ、目安的にそうですね、まあ、ここもアウトいっぱいの方がいいんですけど、まあ、フロントタイヤがこの白線をまたがなければ、まあ、いいぐらいかなと。まあ、言うて、距離あんまないですけど、こんぐらいですかね。こんぐらいの距離感だったら、減点はないかなと思います。で、こっから、これ松田さん、あれは逆にこのアウトいっぱいすぎてゼブラを出ちゃうくらいですか？これはちょっと多分流されるっていうことになりますね。はい。まあ、ゼブラを出ないように寄せるのが一番、まあ、はい。はい。そうですね。で、ここから、今回結構ポイントなんですけど、この、1、2、3って最後、返す、このリズム感で、この次のクリップも、車線が入ってて、角度の指定っぽくなってるんですけど、今回はそのスピード感というか、ここから、この次のクリップとその次のクリップに向けて、しっかりこう加速させていって、最後に、右に振るときに、まあ、十分なスピードが乗った上で、まあ、この1コーナーの飛び込みみたいに、できるだけ速いスピードで、しっかり角度つけて、パキッとこう振って、で、その先のウォールが始まるあたりの、ちょっとゼブラのあたりですね。まあ、この後言いますけど、向こうの方にめがけていくっていう、まあ理想としてるんですけど、まあ、ここから、まあ、助走をつけて、あんまりこう、やっぱ助走をつけるとなると、こう、浅い
たくなってしまうんですが、まあ、ここもできるだけしっかり角度を残したまま、で、あまり、こう、ずっとこう壁の方にいないで、ここのゾーンを通ったら、ある程度こう、こんな感じで、早めに外から抜けてって、で、ここの点を取り、で、まあ、ここも、できるだけこの角度に合わせ、で、こうしっかりスピード乗せた上で、ここで、バーンと振るような感じ。で、ここ多分走ってると結構角度つけられちゃって、一応、こういう線になってますけど、まあ、できるだけ角度深めで、ゾーンを取って、で、ここしっかり外まで使って、で、まあ、この辺からはアウトいっぱいで、まあ、しっかり最後まで角度つけて回り切ると。はい、ここで終わりです。ここの3発は難しいです。この車線、一つ基準にはなるんですが、角度をつけて、で逆に失速してしまうと、それはそれでかなり点数引かれることになると思います。で、今回僕の中で減点幅としては、この2つ目、特に2つ目だと思うんですけど、ここは、まあちょっと角度つけまあつけてって減速、失速感が出てしまって、この後アクセルでぐーっと伸ばさなきゃいけないようなことになるんだったら、まあちょっとこう、角度抑えめでいって、バーンってこう飛ばしていった方が、まあ減点幅は少ないかなと思ってます。スピードを殺さないように。じゃあスピード殺さず、乗せながらぐらい。そうですね。この診察駅前から、最後の3発目に向けて、スピードをどんどん乗せていくようなイメージでいきたいなと思ってます。